広志松井はここ2ヶ月授業に出ていないようですな。最近下宿を変更したという連絡は来てませんか？何の届け出も受けていません。おじさん、ヒロシを探してるのかい？君たちヒロシ君を知ってるのかい？ああ、同じ授業に出てたからな。今どこにいるかわからないかな？ああ、知らないな。あいつ急にいなくなっちまって誰も何も聞いてないみたいだよ。そうか。ヒロシ君が学校に来なくなる前に何か変わった様子はなかったかい？別に何もなかったと思うけどな。あ、そういやずいぶん親切にしてくれるやつと知り合ったとか言ってたな。ああ、そうそう、いろいろ世話を焼いてくれるって喜んでたよ。そのすぐ後だよな、学校に来なくなったのは。その人の名前聞いていないかな？確かピエトロ。ピエトロ・モラーリ。そうそう、そんな名前だったよ。ピエトロ・モラーリか。ここだな。モラーリさん？ピエトロ・モラーリさん、お留守ですか？モラーリさん、いませんか？間違いなく醤油だ。この書類にフィレンツェにいる広志松井のサインをもらってきていただきたい。広志松井、日本人ですか？ええ、マサッチオ高等美術学校に通う留学生なんですが、しばらく下宿に戻っていないようで連絡が取れないのです。これは委任状のようですが。実は先日広志松井の母親が死亡し、彼には4000万円の保険金を受け取る権利が発生しているんです。遺族は個人の意思を尊重し、保険金を彼に渡したがっているんですが。行方不明というわけですか。ご存知の通り、日本では保険金の受け取りに受取人の戸籍謄本と印鑑証明が必要です。代理人がそれらを取得することも可能なんですが。それには当人の委任状が必要というわけですね。その通りです。相談を受けた当方としても正直困っておりまして。それとこれは手がかりになるかどうか。広志から最後に届いたハガキです。これはフィレンツェ郊外にあるスベダレドーム遺跡だ。初夏のフィレンツェか。いいですね。はあ？空き巣に入っても取るようなものはないよ。ああ、いえ、ドアが開いていたものですから。あなたがピエトロさんですか？あなたは？ああ、そうですか。ヒロシのお母さんが。ヒロシ君はここであなたと一緒に暮らしていたんですね。そうです。あいつ何かトラブルに巻き込まれたらしく、下宿には戻れないって。それでしばらくかくまっていたんです。トラブル？ええ、政治運動なんかにも加わっていたようですから。僕もヒロシを探してるんです。あいつ突然出て行っちゃって。この絵はヒロシ君が描いたんですか？ええ。なかなかいい絵だ。そうでしょう。ヒロシはすごい才能の持ち主なんです。でもその分完璧主義者だから、この絵も満足できず。この通りですよ。完璧主義者ですか。僕からもお願いします。ヒロシを早く見つけてください。
ええ、努力します。コーヒーでもいかがですか？いい豆が入ったんですよ。いえ、お構いなく、急いでますから。ヒロシ、もう2ヶ月も前かな。絵の具をどっさり買い込んでって、そういやあれから姿を見せねえな。絵の具をどっさり？いつもそんなに買っていくんですか？いや、必要なものだけしか買わなかったな。ヒロシは追われていたのさ。追われていた？あいつは政治運動に深入りしすぎたのさ。やっぱり政治運動絡みのトラブルかな。ちょっと聞きたいことが。うわ、こら待て。くそ、やたら逃げ足の速いやつだ。刑事さんだったんですね。お返しします。いつの間に。あんたヒロシ松井を調べてるようだが、一体何者なんだ？実はあれ、どこにあったかな。おお、あんた大学の先生か。いや、そこはクビになりました。なんだ、なくしたと思ってたらこんなところに入ってたのか。じゃあ今は？最近はちょっと別の仕事をしてまして。別の仕事？あったこういうものです。保健調査員平賀キートン太一。それと君はオープなのか？ヒロシ君を追うのをやめろって？どういうことです？彼はメイダと接触してるんだよ。メイダ？フランチェスコ・メイダ。現在我々イタリア警察が最もマークしているテロリストの一人だ。本名、人相、年齢をはじめ赤い旅団に属してる以外には何も分かっちゃいないが、ミラノ銀行襲撃事件、ドジャー将軍誘拐事件、最近でも共産党の女性役員暗殺、奴はこれら全てに関わっている疑いがある。ただの血に飢えた殺人狂さ。手口が全て共通している。鋭利な刃物で首をバッサリ。ところが最近赤い旅団は資金調達に行き詰まり、活動に支障をきたしているらしい。そこで手っ取り早く金を集める手段に出始めた。強盗、そして誘拐。ご名答。つまりヒロシ君はメイダに目をつけられていたと？先日自首してきたテロリストがそう証言した。それで我々もヒロシの足跡を追っているわけだ。日本人は世界有数の金持ち。しかも赤い旅団は日本の赤軍を模倣してできた組織だ。日本人留学生は特に気をつけなければならない。天使のような笑顔で近づく人物がその実本物の悪魔だったりするんだ。素晴らしい。ヒロシ君が絵に描くのもわかるな。エトルリア様式だな。水差しか香油入れか。
くわかりましたね。私がここにいるって。優秀な探偵さんなら私が後をつけていたことぐらいとっくに気づいていたんじゃないですか。ヒロシはここにいるんですか。しかしどうしてここだと分かったんです？ヒロシ君が本当に完璧主義者なら絵を完成させないわけがないと思いましてね。なるほど。指紋が一致した。ピエトロ・モラーリとフランチェスコ・メーダは同一人物だ。なんだと？ヒロシを下宿にいられなくしたのもメーダの部下だった。ヒロシはそうと知らずにメーダと暮らしていたんだ。ヒロシはピエトロが自分の芸術性を評価してくれていると思っていたが、奴が評価したのは経済力だったんだ。メーダが保険金を狙ってヒロシが探し出されるのを待っていたとしたら、キートンという男の命も危ない。さすがは優秀な探偵さんだ。いつ私がメーダーだと気がついた？あなたのペインティングナイフの扱い方はプロのナイフ使いのものです。メーダは無類のナイフ使いだと聞いています。ヒロシ。早く逃げろピエトロ。いやフランチェスコ・メーダ。やはり知っていたのか。こいつ警察だろ。ところがそうじゃない。え？こいつはお前に用があるんだ。僕に？お前のママが死んだ。お前には4億リラの生命保険が下りる。この委任状にサインして俺に渡せ。そうすればお前もこの男も助けてやる。ヒロシ君かい？ごめんなさい。本当にごめんなさい。私は大丈夫だ。君は何ともないかい？はい。そうか。僕は知らなかったんです。あいつがあんな恐ろしいテロリストだったなんて。あのナイフ、あれがメーダの凶器だったのか。あれはイタリアに古くから伝わるチンクエディアというナイフだそうです。メーダはあれを大事にしてました。僕ついこの間偶然見てしまったんです。それで怖くなって僕君を政治運動に引き込んだのもメーダなんだね。はい。初めは世話になってる彼の希望ならと参加したんですが、そのうち運動資金を要求するようになって。彼が君に親切にしたのは君の経済力が必要だったからなんだ。そうだったんですね。そんなことに今頃になって気づくなんて本当に僕はバカだ。ヒロシ君。おしゃべりはそこまでにしてもらおうか。ヒロシ君、あの委任状にサインをしちゃいけない。君も殺されてしまうぞ。さあ来るんだ。
メか。そういえば最近までリビアの難民がこの遺跡に住み着いていたとか聞いたことがあるな。あのキートンという男ただ者じゃないぞ。今スコットランドヤードから返信が届いたんだ。ただの学者だろ。いや、奴は SAS の出身だ。 SAS だと。しかもサバイバル技術の教官を務めてる。サバイバル。ろくに武器も持たずに敵地に潜入し、現地にあるものを利用して戦闘脱出をこなす特殊技能のことだ。なんとかするかもしれん、あの男。頼むからうまくいってくれよ。さあヒロシ、早くサインをしてくれ。俺には資金がいるんだ。その委任状にサインしたら君もあの男も解放する。約束する、ヒロシ。僕にはできない。この保険金は母さんが僕のために残してくれたお金だ。それをみすみすお前なんかに。日本人ってのはどうしてそう甘いんだ。ママの保険金と自分の命のどっちが大事なんだ。キートンさん。これはご無事で。接近戦の場合、自分の武器を敵に十分印象づけた後、故意に武器を落とすことで敵の動きを操作することができる。北米に古くから伝わるナイフ術の奥義さ。この絵はフィレンツェに来て最初に描き始めた絵なんです。だから途中で投げ出したくなかったんです。僕は何をやっても長続きしない子供でした。切手を集めたかと思うとアマチュア無線に凝ったり。私もだ。え？何をやっても長続きしない。でも高校生の時に絵と出会い、一生筆を持って生きていこうと決心しました。みんなどうせすぐに飽きるだろうと思っていたようですが、母さんだけは僕を応援してくれてました。何か一つのことをやり遂げられれば必ず立派な人間になる。母さんは僕のことをそう思っていたんです。だから僕に好きなことをやらせてくれた。万が一の時も困らないようにと、あんな高額な保険までかけてこの絵を完成させて母さんに見せてあげたかった。
仕事に追われ時間に追われ人は一生を過ごしてゆく。だが人生という限られた時間をそうして失ってゆくのはあまりに寂しすぎるのではないだろうか。だから彼は言う。人生を楽しめと、人生の達人になれと。次回、目の色の時間。